どうも、ロジアスです。さあ、前回に引き続き、見開きの右半分のページを進めていこうかと思います。こちらではちょっと一風変わったカワウソ、あと日本のカワウソを紹介していきます。さあ、こちらはオオカワウソですね。オオカワウソというのは、カワウソの中でも、特殊な種類、ちょっと別の種類みたいな扱いになっております。南米のアマゾンに生息しているんですけれども、カワウソの中では一番大きな体の種類になります。でですね、川の狼と言われるほど結構、力強いカワウソですね。生態系の頂点に並んでいるものになります。獰猛というほど獰猛でもないんですけれども、もうね、顔からして他のカワウソとは違うちょっと怖さが感じられますね。なんだろう、アマゾンのワイルドさがすごく出ているカワウソです。普通のカワウソたちはですね、目が全部黒目に見えてクリッとした目に見えますけど、このオオカワウソはなんかね、常に白目が見えてるんですね。この絵で言うと目の中心部に白目があるんですけど、それがね、ちょっと目の怖さを強調しているような、そういった見た目になっております。人間と同じぐらいの大きさで群れで行動するカワウソです。群れで行動するっていうのはやっぱ、ワニとかジャガーとかいる危険地帯なので、身を守るためにみんなで協力し合って生きているんですね。こういうふうに絵を描いているとですね、それを見てくれた方からたまに質問で線に迷いはありませんかとか、書き直しなしでどうして一発で書けるんですかとか聞いてくださる方いるんですけれども、それはですね、下書きをしっかりしているからかなと思います。自分のね、形がつかめる範囲の下書きでいいと思うんですけれども、その絵を描くのに結構手こずってる方ってやっぱりね、下書きをちゃんとしてない方って多いんですよね。で、いきなり、下書きなしで主線で書き始めて、書きながらバランスをとってるだとかすると、どっかでバランスって崩れていっちゃうんですよね。だからやっぱり一回消せる鉛筆とかの線でバランスを確認して、よしこれでいけるって思ったら、なんかこう下書きをなぞるような形でペンを進めていくと迷いも少なくなるし、無駄なよれとかもなくなるし、あとはペンとのね、使っていく時間で自分の体に馴染んで思い通りの線って描けていけるようになるのかなと思います。私もね、最初は何回も書き直して、下手くそないびつな絵ばっかり描いていましたけれども、やっぱりそこは数描いてきたからこそ慣れでね、できるようになった部分っていうのは大きいと思います。で、このイラスト図鑑でも初めて描く動物ばっかりです。このオオカワウソもこれ初めて描いたものですけれども、それって下書きの段階でちゃんと立体感を自分の中でイメージしながら描くとか、基礎的な立体感覚だったりバランス感覚が養ってくると、結構ね、初めて描いたものでも、いいんじゃないかなという絵っていうのはね、描けるようになると思います。やっぱりデッサンとかクロッキーとかそういう基礎的な練習っていうので身につくのかなと思うんですけど、私の場合はデッサンって多分ろくに1枚も完成させたことなくて、専門の時にですね、ヌードデッサンの授業はあったんですけど、なんかあんまり1枚をね、ちゃんと仕上げたっていう感じはなかったですね。じゃあどこで養ったのかっていうと、クロッキーはね、結構してたと思うんですけど、模写をたくさんしていたのと、あと 3D 感覚、立体感覚を養えたのは子供の時にやってたプラモデルかなという考えもあります。この YouTube でも前の動画のどっかで 3D 脳についてちょっと話した時はあったんですけれどもね。
もし興味があったらそっちも見てみてください。この大カワウソですね、薄くなっちゃったところちょっと描き足したり線を細かくしています。だいたい色塗り前に線を多く描きすぎないようにしています。後でいくらでも描き足せるので。さあこっちのスペースには、ちょっと迫力のある絵を、かっこいい絵描きたいなと思いまして、これワニを描いています。上にも書いてあるカイマンですね。それと戦う様子を、描いていきます。でこれもほら下書きするときに立体感を意識しながら描いています。こう体をグリッドで包み込むような感じですかね。でこうして腕の部分はこういう立体感がつくなとか、細かくねパーツでこう分けて私は描いていきます。そうするとですね、後で斜線で掛け編みみたいに、暗いところをシャシャシャと書いて表現するときにですね、あんまり何も考えないでいろんな方向に書くよりも、このグリッドの方向に向かって斜線を書くと勝手に立体感が出てきてくれるんですね。それはもうちょっと後でお見せしますけれども、これはカワウソです。上と下からこう強力な牙と顎で噛みついている様子です。カイマンを食べたりですね、カイマンに食べられたりだとか、とても厳しい世界ですね。はい、この辺ですね、斜線で、シャシャシャと書いてありますけど、これも、適当な方向に斜線で書いてるわけではなくて、こうグリッドを意識しながら立体感をなるべく出せるような方向を探りながら書いております。これ撮影してる時にですね、前に新しいマイクを買って、カリカリ音がどうやったら拾えるか、いろいろ工夫したんですけれども、そもそもねあんまり力強くカリカリ書いてないので音があんまりしないっていうことが分かりました。線画のインクが乾いたらこういうふうにマスキングインクをつけていきます。水の中と水の上側外側の両面で、これを描いていきたいなと思ってます。この周りは絵の具を吸い取るような感じでにじみを作っているんですけど、一回水で洗った筆をティッシュで、ちょっと水分取ってそれでポンポン叩いてます。ここでワニの、皮膚感をちょっと描き足しています。なんか四角いブロックが並んだような皮膚してますよね。で色塗りする時の注意点は、これあえてねちょっとした隙間を作りながら塗ってます。その水がそこについて光るとハイライトになりますし、この一つ一つの四角いブロックの縁がですね、日光に当たってこう光って、形が際立つとか、実際そういうことがあるので、この色塗りする時も少し隙間を作りながら塗りたいなと進めておりました。水彩の場合は白いところは抜くということが基本です。こう血が出ていますけれども、このオオカワウソの歯と顎はカワウソの中でも一番強いと言われていますね。この歯は38本あります。でカイマンの骨も砕けるほどの顎の強さ、歯の強さを持っているということなんですね。このオオカワウソも他のカワウソ同様、毛皮のために乱獲が進んでしまって、絶滅の危機に追いやられてしまったんですけれども、1990年ドイツのフランクフルト動物園協会が研究と保護の長期プログラムを始めたそうなんですね。問題となっているのがボートでの観光自体なんですね。これがカワウソのストレスとなって子育てに大きく影響してしまうらしいんですね。だから観光客やツアー会社、管理に関わる機関に向けていろんな活動をしてくれているそうです。
ここでですね、タコ編でも少しやったんですけれども、この丸ペンに絵の具をつけて細かく書き込んでいっています。筆よりも細かいものを書きたいときに、これ結構おすすめです。丸ペンがね、その形状で結構多くの絵の具を含んでくれるんですね。だから長い時間書き続けることができます。さあ、仕上げに濃い部分を付け足して、あと背景、Amazon なんでね、木もいっぱい入ってるんで少し緑を足しました。さあ、次の絵に参りましょう。次はですね、エンヒドリオドン。すごい名前ですよね。太古にいたカワウソです。エチオピアで骨が発見されたんですけども、歯と大腿骨しか発見されていません。それから割り出した姿でありますけれども、カワウソとしては過去最大級なんじゃないかなという大きさみたいですね。さっきも触れましたが、カワウソは歯と顎が非常に強い。だからですね、この大きさで、陸上を闊歩してたとなると、ライオンと同等ぐらいの強さはあったんじゃないかと推測されますね。すごいですね。こちらのイラストではですね、後ろにエンジンを書いてあります。エンジンというのはアウストラロピテクスですね。今の人類につながる祖先ということになります。このエンジンはだいたい700万年前ぐらいにアフリカで出現したと考えられています。エンジンの平均身長を調べてエンヒドリオドンと比較するとだいたいこのぐらいの大きさかなという図にしております。これはね、出くわしたエンジンは相当ビビったんじゃないでしょうかね。この大きさですからね。カワウソって2本の足でね、ぴょこんと立つようにできますよね。そうするともうエンジンよりでかいですよね。いやー、昔に生まれなくてよかった。可愛いものいっぱいいますね。さあ、こちらのイラストはかなりサイズが小さいので、丸ペンで描いていました。で、丸ペンは結構力の入れ具合でね、太くもなるんですけど、なるべく力を入れずに細く意識して描きました。これは今ベースの色を塗っております。こちらの絵で、気をつけたのは、ちょっと古い感じにしたかったですね。太古の、動物のところなので。なので、セピアとか茶系を、主に使いました。さらに周りにも色をつけていきます。ここで登場するのはこのマスキングテープ。これ、紹介したことなかったんですけれども、私はこれ一番気に入ってて、ずっとこれを使ってます。で、これは画材屋さんではなく、ホームセンターで売ってます。家のですね、内装のペンキ塗りだとか、そういうので職人さんが使うものだと思います。100円ショップのね、マスキングテープとかだと水彩紙に貼り付けるとちょっとね、粘着が強すぎてね、紙が剥がれちゃうんですね。で、これは粘着が程よい、具合だと思うので結構おすすめですよ。この古い紙のように意識して色をつけてみました。これはですね、もっと全体的にやったのは過去サーベルタイガー編でやったので、もし興味があればそちらも見てください。こちらにはですね、日本カワウソを描いていきます。日本の田園風景の中にカワウソがいる様子を描きたいなと思いました。日本カワウソはもうすでに絶滅してしまっているのですけれども、明治時代に入るまでは普通に全国の川などに生息していたそうなんですね。その数もかなり多かったみたいです。で、1でも、紹介しましたけど、カワウソを食用としてね、お肉を食べていたなんて文化もありますけれども、主に、絶滅した理由はここでも書いてある通り、その上質な毛皮欲しさのためです。明治時代に入る頃、このカワウソの上質な毛皮に、国が気づくんですね。で、この頃はですね、毛皮に勝る防寒具ってなかったんですね。明治時代に入りますと、日本は世界との連携を強化していきます。その中で世界情勢の影響を受けて軍を強化します。で、軍の寒冷地出兵のために軍服をたくさん作るんですけども、そこで
目をつけられたのがこのカワウソやイタチ科の動物の毛皮ということになります。明治時代に入ってからのカワウソやイタチ科の動物の乱獲はまあひどいものだったみたいですね。例えばですね、全国に洋服を作る業者っていうのはたくさんあったんですけども、その中で函館の業者は4年間で868頭のカワウソの毛皮を使用したという記録が残っているそうです。一つの業者でこの数ですから、全国で見るともうかなりの短い期間でカワウソは激減していきました。一旦こちらの絵の話に戻ります。これリキテックスリキッドの茶色い色を使用しました。背景なので、黒い線画よりはちょっと薄めに見えるようにしたいなということでリキテックスを使いました。耐水性なのでこういうふうに絵の具を上から塗っても、茶色がにじむことはありません。後ろの方の薄い背景から塗り重ねていきます。今使っているのはホルベインの透明水彩ですけれども、この色4つですね、こういったものを組み合わせて緑色を塗る人は、水彩絵の具やってる人でも結構多いみたいですね。薄い色から塗り重ねていきます。さあ、日本カワウソの歴史についての話に戻りますけれども、明治以降のひどい乱獲でもどんどんその数を減らし、大正時代に入ってもその毛皮欲しさに乱獲は止まりません。毎年34から120頭のカワウソが捕獲されていたと記録されています。イタチ科の中でもカワウソの毛皮っていうのが一番あったかくて肌触りがいいということでですね、主に使われていたのは軍の高官の制服。高官というのは上の位ですね。偉い人の襟元に使われていたとされています。その後、日本を大災害が襲うこととなります。1923年関東大震災です。明治以降一番犠牲者を生み出した大災害でございます。この災害での死者行方不明者は、全体で10万5千人と言われておりまして、そのうち4万人が一つの場所で亡くなることとなります。現在の両国国技館の近くにあった空き地、陸軍被服廠跡という場所です。ここに火災旋風が巻き起こります。炎の竜巻ですね。これが何本も発生し、そこにいた4万人以上を焼き殺してしまったという痛ましい事件がありました。で、この陸軍被服廠跡地、その被服廠というのはですね、まさにこのカワウソやイタチ科の動物の毛皮を使って軍服を作っていた工場なんですね。これは動物から人間に対する怨念めいたものなのか、はたまたただの偶然なのか。そしてカワウソは完全に日本から絶滅へ向かいます。最後の目撃が1979年、その後1990年以降、新聞などのメディアで取り上げられて人々の関心がカワウソに集まるんですけれども、時すでに遅し、もういない。これの一番最後に書いてありますね。2017年対馬にて、ここでですね、定点カメラ、モノクロの、暗視カメラですかね、それにですね、カワウソが映っておりました。これは生き残りなのか、それとも大陸から泳いできたカワウソなのか、それはまだ分かっていません。もしかしたらいるのかもしれませんね、日本カワウソ。いたとしてもそっとしておいてあげてほしいと思います。さあ、こちらのイラストですけれども、影を追加して仕上げをしておりました。先ほど定規のこの斜めの部分使ってシャシャシャと影入れてたんですけれども、左上の方から来る光を想定して影を入れてみました。実際ね、その斜めの線が出てるかというとちょっと微妙ですけれども、見えないところの小さなこだわりでございます。最後にこちらのページの最後にはカッパを描いていきます。カッパというのはですね、カワウソが年老いて化けた姿と昔は考えられていたんですね。奈良時代日本書紀で紹介されたのは水辺に住む妖怪、川の神様、水地と
カハクというのがあります。で、このカハクというのがカッパと読まれた。水地というのは陰気な川の縁などに住み着いて人に害を与え、川を氾濫させて沈めるために生贄を要求する悪魔的な妖怪なので、そういった神様が元となっているので、最初カッパというのは子供を溺死させてしまう恐ろしい川の神様という解釈だったそうです。で、中国の水虎、水の虎と書いて水虎ですね。それもカッパに影響を与えたと言われております。この水虎というのが幼児くらいの背丈で、背中に甲羅がある姿をしていた。西遊記の沙悟浄はこの水虎ベースではないかと言われていますね。カッパというのはね、日本の、作り出した妖怪ですから。もともとはこの恐ろしい存在として考えられていたものですけれども、江戸時代中期ぐらいになってだんだんそのイメージが変わってきます。江戸時代といえばいろんな文化が発展した時代ですよね。その中でこのカッパ伝説も、ストーリーが変わっていきます。捕まったカッパは二度と子供を引かないというのはこう水の中に引き込まないってことですね。あとは万病に効く薬の作り方を教えてくれる。日照りの時は雨を降らしてくれる力があるとか、魚やお金を届ける約束をして命乞いをしてきただとか、少しね、存在が弱くなっていきますね、人間よりも。なので人との関わり合いを含めたストーリー、存在に変わっていったということになります。現代ではですね、用水路や小さい運河などに、出没して子どもの水難事故を引き寄せる存在として描かれていますけれども、逆に言うとですね、そんな話があるから子供は怖がってそこに近づかないわけですよ。カッパの存在が子供たちを守ってくれている、そういうふうにも考えられますよね。もしかしたらそのためにあえて悪役になってくれている愛おしい存在なのかもしれませんね。さあ、こんな感じで、右のページ完成でございます。最後ちょっと怖い話になってしまいましたけれども、次回は片面1ページ分を丸々使ってカワウソを描いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。